り大丈夫？みんな起きてる？ちゃんと起きてる。ねえ、しかし久しぶりにロケで雨だよ。そうだね。そうだよ。今日は誰やねん。誰が雨女。あれを出して。違うよ。でも今日はね、雨が降ってもすっごくやりたいことがある。実はね、ドローンで空からの写真のドローンがすげえ流行ってて、で、私はドローンが触ったことないから絶対撮ってみたいなって思って調べたらね、ここにすごい場所があるよ。空飛べるの？それ飛べねえよ。飛べるんじゃねえよ。飛べるんじゃねえよお前。飛べねえ。ピューってやろう。ジャパンモーション。じゃあ大行連れてってあげる。連れてってください。こちら、ここの左。なんかそんなドローンっぽいのないけどね。ここのこうか。どこ行くんだよ。こっちだよ。どここっちだよ。ここ？そう。ここの2階。でもすごい。あ、失礼します。めっちゃいっぱいあるやん。ドローンって天然じゃないんだね。ドローンってこんな機械的なものなの？でもなんだと思ってたんだよ。なんか私よりワクワクしてるよね、こっち。楽しい。何これ？変わんないで。これがすいません、クローンください。これクローン？クローンとかやめて。もう何を言うとんねん。日本人だけど時々とんでもない日本語を使うアイドルゆうちゃんとコテコテ関西弁のロシア人モデルアレちゃん、そしてアニメ大好きイタリア人コスプレイヤーのゆりちゃんが日本で楽しく暮らすための法則を見つけていくよ。ドローンといえば小型の無人航空機のことで産業用やレース用、ホビー用などがあり世界で注目の市場だね。絶景を撮るための空撮用のドローンを触ってみるよ。すいません、なんか聞きたいんですけど、どんな人がこう買いに来はるんですか？海外によく旅行に行くので、海外に持ってって自分で撮って編集して YouTube に上げるとしてるみたいですね。YouTube にも人気なんですけど、最近が Instagram でも写真とかちっちゃい動画がすごく人気。なんかもうここから上になってでここにポーズして、人気で私は撮りたかったやつ。もうなんか私たちでもなんか簡単に使えそうなやつとか、これなんかすごいですよね。かわいい。それはまあマーベルとコラボしてたんですけど、やっぱりこれアイロンマンだよね。アイロンマンだよねこれ。ここにある。本当だ。これがそのオリジナルというかコラボする前のもので、主にそのトイドローンって言われる室内で飛ばす向けのドローンになってます。小さいとね、やっぱ風とかに飛ばされて。その通りですね。だから外で飛ばすと戻ってこれなくなってしまう。これはもうチーンですね。戻ってくれ。かわいそう。なので初級というか操作は基本にはスマホで行います。これどこにスマホを置くの？いや置かないです。スマホ置かないよ。スマホ置かないよ。スマホで操作するんです。この野郎。プリプリ。これ高い。ここから 4K が撮れるようになります。ここからカメラが3軸という軸が3つになります。このブレが。なのでこういう実際になってもカメラは常に水平を。他のはこっちになります。もっと見せてください。ここがまあ一番人気のある。人気なんですね、はい、これが。そうですね。まあ同じ 4K を撮れるんですけど、こちらはズームができるっていう。ズームいいですね。そうですね。だから対象物に寄れないところとかズームして撮ることができる。をズームするの？いやそんなことじゃないよ。ズームできたらさちょっと危なくない？だって家の中にまで見れるじゃん。そうよね。建物の近くや人が多いところだと許可が必要になってきますし。なるほど。やっぱり日本は厳しいですか？そういう世界の中で見ると厳しい方です。だよね。だってイタリアはないよ。それは。そうなの？そこまでなんかそう別にってな感じ。だから日本に来てなんか外国の人がね知らずにこう飛ばしちゃったりするケースが多い。昨今ニュースでちょっと騒がれてますよね。なるほどね。わかんないからねこれ。観光で来てる人法って律がさ違うかったりすると。せっかくだからお店の方にドローンの基本を教えてもらおう。ドローンというのは本体とあとコントローラー、自分が操作するコントローラーで、今ちょっとつけてないんですけど下にスマホとかタブレットをつけてそこに映ってる映像を出します。そこから見た映像を
操作して飛ばします。で今見てるカメラはブラブラしてますけど、ちょっと電源入れますね。本体だけ入れるとですね、カメラがおお動いた動いてる。すごい複雑な動きしますね。カメラが水平向いてるじゃないですか。あーもうやっぱり鶏だねそうさっき言ってたジンバルっていうのがこれになりまあ本当。す。なのでどんなに風が吹いてても正面をこう機体が傾いても正面を捉え続けるいいですすごね。い。ようになってます。これは奄美大島という日本の場所で撮った映像で、全こんなに綺麗に撮れるんですか？そうですね、撮れます。全然ブレないじゃないですか。これと同じ映像がこれで撮れます。すごいねそれ。なんでもうそのプロとかアマチュアとか関係なくカメラとかそのドローンの性能っていうのは上がってきてるので、その一般の方でも全然このような映像が普通に撮れます。これ飛ばしたいよ。飛ばしてみたいよね。やりたいです。はい、じゃあちょっと飛ばしてみましょう。で実際に撮ってみましょう。ちょっとやっほい。やったね。じゃあちっちゃいこのドローンで室内で、はいまず操作なんですけど、はいこちらの離陸ボタンみたいなのを押してもできます。めっちゃ簡単ですね。そうですピッて押すだけ。これ映ってんの？映ってますよ。いやもうちょっと上げないと。今ゆうちゃんの鼻毛が映ってる。やっほい。ハの字だって。すみません。はい。上はこっちですよね。そうですそうです。ちょっとやめてね、バーンとかやらないでね。ね、こっちは向いてる。こっちは向いてる。ほらほらほあ、ら。うまい。本当だ。で対面こっち向いてる時は操作が逆になりますんで、前に倒したら後ろに倒したら前に進んでくるんで注意してください。向きが逆なんでそうだね。左右も全部逆になります操作が。確かに。こっちに行きたい時に右に倒す。逆なの？そうです。難しそう。難しくなります。もうみんな。もうねこれどう？せっかくなので外でも飛ばしてみたいな。飛ばせるんですか？飛ばせる場所もあるので、そういうところに行くとはい飛ばせまやったー。じゃあじゃあ飛ばしていけるってこと？す。いけると思います。やっほい。ないよ。そんなことない。めっちゃ信じてるやん。これドローンやりに来たんだけど、しかしめちゃくちゃ田舎やない？ここに有名なドローンビレッジがあるらしいんですよ。ビレッジ？ビレッジ。確かにここなら許可下りそう。ビレッジで書いてるよ。ちゃんとドローンのビレッジ。ドローンビレッジか。こんにちは。なんかすごいなんか。我々ドローン飛ばしに来たんですけど。はい、どうぞ。ここのドローンビレッジの施設はこの中の場所とそれから裏側の外の場所も広く使って飛ばしていただくことができます。ここでは屋外でドローンの練習ができるんだって。もちろん雨が降っても大丈夫なように屋内練習場も完備。ドローンスクールも気になる。じゃあ飛ばしてみますか。飛ばしてみたいです。はいもうなんかそんなすぐ飛ばせちゃうんですか？そうだね。いいんですか？そんな簡単に飛ばしちゃって。じゃあちょっと一緒にやりましょうか。はい、すごい。お願いします。はいお。願いします。じゃあ飛ばしてみますね。音がすごそうだね。回します。ハの字のやつや。はい。言った離陸って。ほんまに？すごい。こすごい。日本みたいよ。風が来るねここまで。うそうですひんねや。りする。右手のスティックで前後ろ左右ができすごいなんます。か飛行機みたい。緑のなんか部分がこう、ピカ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 。前後ろ。前本当だ。左前右から十字キーの感覚で。これは普通にまっすぐなんだ。反対じゃない。はい。これは分かりやすいですよ。と回してみます。すごいね。これどう回ってくんのかがわかんないよね。あ、映った。はい、映ってますよ。やっほい。あこっち来た。
これ手振ってもらったら向こうの方に上がっていきます。わー。バイバイ。あー、なんか切ない。行っちゃった。ほらほら。すごいキャッチ。次は外行って撮影してみましょう。やっほい。嬉しい。これやりたい。大丈夫？木とかに行きましょうガーッとかならないですよね。大丈夫大丈夫。はい、じゃあ外にやってきました。わまず最初は外で僕らを自動で追尾してくれる機能を試してみたいと思います。自動で。そう、自動で追っかけてくれます。こうやって人を認識してくれてすごい上手。決めることでもができるんですね。なんかここ怖いですね。このなんか的みたいな感じで。これから追尾してもらう人を決めます。この人。はい。じゃあこの人ですよ。逃げてみてください。逃げてみ後ろに。あ、すごいすごいすごい。柱のない方、柱のない方、こっちにおいで。ちょっと怖いね。みんな知らないぞ。はい、ストップ。はーい。面白かった。鬼ごっこみたいな感じになった。ゆいちゃんプレゼンツでドローンを体験してみることになった3人。基本的なことから教わりながらついに外で飛ばしてみることに。次は遠くまで飛ばしてみましょうか。遠くまでって何キロまで行けるんですか？一応ね、電波が届く範囲は5キロまで届きますっていう設計になってます。すごくね。でも法律でとりあえず機体が目で見てはい確認できる範囲までにしてくださいっていう法律あるので、わかりましたそれぐらいにしときま5しょう。キロはちょっと見えないですよ。無理ですよね。はい確認するのが。はい。離陸させたら浮かせてみましょう。はい。わあ、高い。じゃあ、目線よりはるか高い。かっちいい。なんかもう私たちが見えるよ。あ、すごいね。すごいね。すごいね。綺麗に見えるよね。見えますね。これ楽しいね。これ。おやべえ。見えんの。すごい綺麗に見えるよね。ほんまに。アップになりました。後ろと上なので、そうです。なんか怖えな。なんか怖えな。ちょっと前、ちょっと前。下に入れながら前、そう前やめろ。先生の真似すんじゃね言いながらやった方がね、確実性があるんだ。そうなんですよ。声に出して言うとね、スティック入れやすくなります。ねえ先生。はい。先生調子に乗りますかね。でもそれ本当、結構コツなんですこれ。まあその喋るのが、今度はあっちの方面行ってみましょう。こっち。そうです。すごいね。これねえ、これ絶対近所の人がさ、UFO 見たってならない？いや多分なってると思う。UFO だ。多分そういう人いっぱいいると思う。ここ有名だから大丈夫かな。あ、多分ドローンだって思ってもらえると思います。ドローンを初めて飛ばしてみて3人はどうだったのかな。設定の部分とか全部こちらの方で正しい値を入力してやりましたので安全に飛ばしてもらえたんですけれども、一人で空を飛ばすにあたっては高さの制限とか、そういうところも覚えなきゃいけないので、ちゃんと法律を守って、そして設定も覚えて機体のことをよく知って飛ばしてもらえれば本当に綺麗な映像を今後撮っていただけると思うので、普段見れない景色も見れるからね、楽しいわそれ。趣味でも。いやすごい楽しい。ねやっぱそうで教えてくれる人がいたいいら。な。そうだね。すごい多分もっともっと楽しいことがいっぱいできると思う。ですね。つまりここに通うのをおすすめします。皆さん。ありがとうございます。はい。先生おすすめするな。ということで今回の法則はこちら。ドローンはいい指導者から基本やルールを学ぶのが上達の近道。